今回はウィリアムズの FW16 です。パート1。セナは移籍後何を思っていた。セナがこのチームに在籍したのは非常に短い期間になってしまいましたけども、その短い間にセナは何を思ってたのかっていうのを紹介したいと思います。最初のインタビューは開幕戦を終えた直後にセナにインタビューをしている内容です。開幕戦ブラジル GP をスピンで終えたことについて、あれは僕のミスだ。ミハエルについていけなかっただけでなく、スピンまでしてしまったんだから。ブラジルグランプリは予選こそポールポジション取りましたけど、決勝ではレース中盤ぐらいからシューマッハに置いていかれちゃって2位を走ってました。で、結局スピンしてしまって車が止まってリタイアになってしまったんですが、それについて自分のミスだって言ってますね。で、ミハエルについていけなかったってことと、スピンをしてしまったと。最強であるはずのウィリアムズ・ルノーで惨敗した理由について、コックピットのフィット感が悪くて走るのが大変だった。コックピットが体に合わないと肉体的な負担になるし、タイヤが摩耗するに従ってマシンのコントロールするのも難しくなってくるんだ。まだ開幕戦なので、車のシートが体に合ってなかったんでしょうかね。それか、話題になったハンドルの位置が悪かったんでしょうかね。何しろ運転がしづらかったんでしょう。それで、肉体的な負担が強くて、マシンのコントロールが難しかったと言ってますね。ではそれがスピンの原因なのだろうか。そうじゃない。あれは単純に自分のミスだ。こんなことを言うのは馬鹿げているかもしれないが、僕はあくまで勝ちを狙っていたし、2位完走なんて全く狙っていなかったんだ。だから一か八かの賭けに出た。裏目に出たけどね。スピンは僕の責任だよ。あくまでスピンは自分のミスだってことを言ってますね。先ほど運転しづらかったということを言ってますけど、それは関係ないと。セナとしてはあくまで勝ちを狙っていた。2位完走なんて全く狙っていなかったと言ってますね。地元のブラジルグランプリなので、勝ちたいというのはわからなくはないんですけど、まだ1年間長いですから、私なんかは手堅く2位に入ればいいじゃないかと思うんですけども、セナとしてはそれは認められないんでしょうね。あくまで優勝しようとして、一か八かって言ってんのは、おそらく彼が通常、決勝レース中に攻め込まないゾーンまで攻め込んだということなんでしょうね、おそらく。セナというと、いつも速いってイメージがありますけど、決勝レースって意外とファーストストラップ出さないですよね。プロストとかの方がファーストストラップ出しますよね。なので、セナは決勝レースっていうのはあくまで状況を見ながらタイムをコントロールして走るっていうタイプだと思うんですけど、そうじゃなくて、レース中に限界まで攻めたっていうことだと思います。そしたらスピンしてしまったと。だから僕のミスなんだ、自分の責任なんだって言ってますね。2回目のピットインではタイヤ交換せず再給油だけを行っているが、スピンとは無関係と断言。繰り返しになるけど勝ちを狙った走りをしてスピンしたというだけだよ。リタイアしたのは間違ったシフトに入ってエンジンが止まったからさ。ギアボックスも電気系トラブルでおかしくなっていたんだろうね。ブラジルグランプリではレース中2回ピットインしてました。で、2回目はタイヤを変えなかったんですね。給油だけをして出ていったと。おそらくシューマッハを逆転するために時間短縮でタイヤを変えなかったんでしょうけど、やはりその作戦に無理があったのかなって推測してしまうけど、それも違うって言ってますね。タイヤとは関係ないと。あくまで自分が勝とうとしてその結果スピンしたと言ってますね。リタイアしたのは間違ったシフトに入ってエンジンが止まった。スピンした場所はコースの真ん中辺だったので、ギアを入れ直してまたスタートできたはずなんですけど、それが何かギアがおかしくなってギアを入れ直すことができなくてエンジンが止まってしまったんでしょうね。なのでリタイアそのものの原因はそこでギアが変えられなくなったからエンジンが止まってしまったことによるもので、スピンそのものがリタイアの原因じゃないわけですね。それが状況としては続けて起きてしまったというだけみたい。ここまでセナが再三主張している通り、ブラジルグランプリでのスピンは外的な要因じゃないんですね。運転がしづらいとかタイヤを変えなかったとかそういうことは関係なくて、あくまでセナが2位キープじゃなくて優勝を狙ったから結局スピンしてしまったということですね。ただですね、この写真を見てもらってもわかる通り、セナは冴えない顔してますよね。ライバルのプロストがいなくなったっていうのは、それ大前提として、
まあそれにしても、このウィリアムズのピットにいるとき、なぜかいつも冴えない顔をしてます。次に、セナに対して、このウィリアムズに移籍したことについてインタビューをして、こう答えてます。ずっとウィリアムズで走りたいと願ってきたわけだから、今回の移籍は自分のキャリアにとって一つのポイントにはなると思う。契約書にサインした瞬間からすぐにでも仕事を始めたくてうずうずしていたぐらいさ。まあ、冴えない表情とは裏腹に、まあコメントとしてはね、やる気あふれるコメントをしてますね。ただ、やらなければならないことも大きいんだ。何しろウィリアムズじゃ僕は全くの新顔なわけだし、仕事に慣れる必要があるのはこっちの方だからね。すべてが新しいスタートだって考えただけでもやる気になってくるよ。あくまで前向きなコメントをしてますね。もちろん、これは嘘じゃなくて、こうやって前向きに頑張ろうとは思ってるんでしょうけど、ただ、前年までのセナの表情と比べちゃうと、やっぱりしっくりこないですよね。皆さんもそう感じると思うんですけど。で、次にパトリック・ヘッドさんのインタビューなんですけど、まあこれは数年後に改めてセナのことを思い出して語ってるインタビューです。アイルトンとは短い付き合いだったが、まるでハネムーンを一緒に過ごした気分だ。彼は自分の考えにチームがついてこれないとき、理想的な嫌なやつに変身してくれた。はい。ちょっとわかりづらい文章なんですけど、まるでハネムーンを一緒に過ごしたっていうのは、短い間だったけど楽しい時間を過ごしたって言いたいんでしょうかね。で、理想的な嫌なやつに変身してくれた。なんかどうもピンとこないんですけど、まあちょっと癖のある行動を彼はしてたっていうことでしょう。彼は自分のやり方に固執していて、自分自身に対しても厳しい男だった。新しい開発部分についての意見を聞くとする。アイルトンは何も言わずにずっと考え、やがて自分のマシンに乗って、黙々とテスト走行をこなす。おそらくね、マシンの改良をしようとして、こんな風に変えようと思うんだけどって意見を聞いたんでしょうね。だけどセナは何も言わないで、車に乗ってテスト走行する。そしてピットへ戻ってくると、また座り込んで考えている。そこで初めてコース上で起きたことを話してくれるのだが、これが的を得ていて分かりやすく、また正しいのだ。しかし、アイルトンはタイヤ温度と空気圧のメモを見て、それが正しかったと知るまでは何も話してくれなかった。走り終えて戻ってきて、まだ何か考えてると。で、状況を説明してくれると。さすがセナなので、的確なコメントをしてくれるようなんですけども、彼はタイヤ温度と空気圧のメモを見て、それが正しかったと知るまで何も話さなかったって言ってますね。マクラーレン時代のテスト走行の時に、彼がどういう仕事ぶりをしてたかっていうのが、詳細にわからないので、ちょっと何とも言えないんですけど、マクラーレンにいた時はこういうやり方をしてないと思うんですね。こんな何か気難しいことは言ってなかったと思うんですね。なので、おそらくセナはウィリアムズに来て、ウィリアムズのやり方に納得してないのか、それとも車に対して何か納得してないのか、非常に考え込んでいたんだと思いますね。なので、口数が少ないというか、その空気圧を見て、タイヤの状態、車の状態が今間違いない状態で走って、で、結局こうだったっていうことが分かるまで喋らなかったってことですよね。何かずっと心に引っかかったまま仕事をしていたという感じがしますね。彼は非常に頭が良かったのだろう。もう少し長く仕事をしていればきっといい仕事ができたと思う。その機会がなくて私は残念に思う。これはパトリック・ヘッドさん言ってる、その通りではあると思うんですけども、短い時間だったので、全然打ち解けられなかったみたいですね。もっとセナと長く仕事をすれば、お互いの理解はもうちょっと進んだとは思うんですけど、でもこのセナの様子を見る限り、根本的にやっぱり合ってないんだと思いますね。細かい理由はちょっと置いといて、前年のプロストも1年で離脱しちゃいましたよね。だから、この時代でいうセナプロストは少なくともウィリアムズチームには合わないというか、合わせるのが難しい感じだったんだと思いますね。逆にマンセルはこのウィリアムズに何年もいましたよね。デーモン・ヒルもウィリアムズに何年もいますよ。だからマンセルもああ見えて、ウィリアムズチームに合わせるのが非常に上手かったんだと思いますよ。私は彼のこと非常に買ってるんで、マンセルは考えてこのチームの中で行動してたんだと思います。で、デーモン・ヒルはもちろん人格者なので、うまく合わせられたんだと思いますね。で、セナがチームに合っていない違和感を感じているっていう根拠が、セナ自身がこの遥か前にね、語っ
ってるんですよ。86年、桜井義俊さんのとこにセナがホンダエンジンに乗りたいって言ってきた時のね、話です。86年、ホンダエンジンを望むセナに桜井がウィリアムズ加入を進めると、それは無理かもしれないな。僕はウィリアムズには向いてないと思うんだ。どこが向いてないのかな。まずチームの体質、そして人間関係だね。まだホンダエンジンに乗ってないセナがホンダエンジンの車に乗りたいって言いに来たわけで、しかもこの時もウィリアムズは最速マシンでしたから、桜井さんに全ての決定権がないにしても、ウィリアムズの車に乗るのはどうだと言われれば、まあぜひ乗りたいって言いそうなものですよね。誰よりも勝つことを望んでいたはずのセナが、それは無理かもしれないなって言ってるんですよね。貪欲なはずのセナが、ウィリアムズは自分に合わないって若い、この時にさっさと見抜いてるんですね。86年当時最強のマシンはウィリアムズ。誰もが座りたいと考えるシートのはず。それでもセナが自分に向かないと判断した理由。チーム内におけるフランクとパトリックの存在が絶対的であり、経営学で言えば徹底的なトップダウンシステム。それは時として組織を硬直化させる。まあ本当にこの通りで、この二人のトップダウンシステム。だから良ければ良い方にガンガン進んでいくけど、ダメな時はダメな方にガンガン行っちゃいますよね。トップダウンなので。で、そういうやり方はセナは自分には合わないと思ってたんでしょうね。でも、94年はウィリアムズに行ってしまったと。最初に紹介した開幕戦時点でのセナは、ウィリアムズで頑張ることに対して非常に前向きなコメントをしてましたけども、実際はどう思っていたのか、プロストを追い出すような形で、この94年、ウィリアムズにやってきたセナですから、そこまでして移籍しておいて、自分からこのチームは合わないとは言えないですよね。もちろん前向きに頑張っていこうとは思ってるんでしょうけど、ただ心の中では、チームに対して違和感を感じているような表情に見えますよね。結局、セナのウィリアムズでのレース人生は、このほんの短い間で終わってしまうので、もしウィリアムズで戦い続けてたらどうだったのかっていう答えは出ないんですけども、この開幕戦のセナのインタビューを見て、私は何か辛いものを感じましたね。彼が非常に困惑しているというか悩んでいるというふうに感じました。皆さんはどのように感じたでしょうか。ぜひこんな風に思ったってコメントください。これがパート1です。最初に申し上げておくと、この車に関して、セナの自己死に関しては、おそらく触れないと思います。もうその手の動画がもう腐るほどあるので、私の拙い情報で分析してもほとんど意味がないと思いますので。なので、次回以降はデーモンヒルのインタビューであったりとか、そっちの方向にスライドしていくと思いますので。前回のね、動画も、久しぶりに作ったんですけど、コメント皆さんたくさんくれてありがとうございます。全部返せないですけど、すいません。ちゃんと読んでます。高評価も皆さん忘れず押してくれてありがとうございます。とにかく、また頑張りますのでよろしくお願いします。